こんにちは、アキベドルです。今回は初心者さん向けの動画になります。タイトルにもあるんですが、立体起動が上手くなるコツ。ということで、立体起動するときに大事だと思ったことをまとめましたので、ぜひ最後まで見てってください。というわけで今回の動画の目次です。旋回する、直線的に移動する、ガスの使い方、慣性を使う、できるようになってきたら、って感じでいきたいと思います。多分超基本的な解説動画になると思います。それと、概要欄に時間を書いておくので良ければ活用してください。今回もよろしくお願いします。まずは、旋回です。皆さん、巨人を倒すときってどうしてますか？建物を伝ったり巨人にアンカー刺したりして、後ろに回り込んでうなじを切ると思います。っていうかそれ以外の方法はおそらくないと思います。ケツにぶち込んだら倒せるかもしれないけど、巨人にアンカーを刺して後ろに回り込む、っていうのを解説していきます。まず巨人を用意します。右でも左でもいいです。アンカーを巨人の首に刺して、左スティックで旋回します。いやいやそれはわかってるんだけどさって声が聞こえてくる気がしますが、ちょっと待っててください。もし旋回してる時に建物に引っかかっちゃったらアンカーが外れてしまいます。その時はもう一度アンカーを刺して旋回する必要があります。それでも、やっぱり最初は焦っちゃうと思います。そりゃそうです。あんなでっかいのが自分を食おうとしてるんですから。何回もプレイして慣れるしかありません。あと、この立体起動の操作方法は設定で変えることができます。基地で本を開いて、オプション、キーアサインで、3つのタイプのどれかを選べます。自分はデフォルトのタイプ A にしていますが、試してみて自分に合ったやり方でやってみましょう。話は変わりますが、地面から屋根に乗りたいときどうしたらいいでしょうか。片方のアンカーでやろうとするとこうなります。登れなくはありませんが、あまり美しい登り方ではありませんね。では、屋根よりも高い場所にアンカーを刺して登ってみましょう。この方法でも登れますが、少し遠回りになってしまいます。そんな時に使うのがフォーカス移動です。アンカーを一箇所に集めて巻き取ると、慣性を無視して直線的に移動できます。あんまりこればっかり使う人は少ないんじゃないかと思います。飛んでる時に建物にぶつかりそうだなって時とか、最短距離であそこまで行きたいなって時によく使います。それと、うなじを削ぐ時にもよく使います。始めたての頃は難しいと思います。アンカーを片方飛ばすのでさえ難しいのに、両方を一箇所に合わせるのは至難の技だと思います。でも大丈夫です。最初はみんなそうです。自分もミスることはあるので、やり込みながら感覚をつかんでいきましょう。さて、ここまで色々喋ってきましたが、やり方は分かったけど、ガスが足りない、と思ってるそこのあなた。もしかしたら、左スティックを使いすぎてるからかもしれません。空中で左スティックを動かすとガスを噴射して動けるんですけど、結構ガスを使うので、これが多い人は頻度を減らすと改善できると思います。自分は、移動するときは基本的に左スティックは使ってません。旋回した時の慣性を利用して移動し、時々フォーカス移動したりするって感じです。じゃあガス噴射はどういう時に使ったらいいの？って話なんですが、ぶっちゃけあんま使わないです。強いて言うなら巨人の肩に乗る時くらいだと思います。あとは、武器を変えてみるのもいいと思います。今使っているナタ包丁みたいな武器は、他の武器よりも重すぎて立体起動が難しいです。コツとしては、左スティックを使うとすぐにガスがなくなってしまうので、慣性を殺さないように動くことですかね。と言ってる自分もあまり上手に立体起動できませんが、ガスの量が多い武器といえば、二股ブレードです。パラメーターを見てみると、ガス量が最大で、さらに加速度も高いので初心者の方は特に扱いやすいんじゃないでしょうか。見ての通り、ガスを使いまくってもなくなりづらいです。どうやってもガスがなくなるって人は、一旦武器を変えてみるのもありだと思います。
でもやっぱり、自分の好きな武器を使いたいですよね。それなら、完成を意識するようにしてみましょう。さっき旋回とか直線とか言ってましたが、使いすぎもあまり良くありません。ワイヤーを巻き取る途中でアンカーを外してみてください。巻き取る時の引っ張られる力でちょっと吹き飛ぶと思います。これを応用すれば完成を利用した動きができます。感覚をつかめばいい感じにいけると思うので、あまり深く考えずに楽しみながら上達していきましょう。さて、なんとなくいい感じに立体起動できるぞ。ちょっと建物にぶつからないようになってきた。って人は、ガスジャンプとガスダッシュというのも取り入れてみてください。まずはガスジャンプです。ガスジャンプは基本的に巨人に掴まれそうになった時や、空中に留まりたい時に使います。ガスジャンプは左スティックを押し込むとできます。左スティックを倒しながら押し込むとその方向にジャンプします。前に倒しながら押し込むと前へ、横に倒しながら押し込むと横へジャンプします。雷装を使う時のガスジャンプの使用例です。雷装を撃った時、その爆発に巻き込まれないようにジャンプして回避します。高いところから物資を取る時にもガスジャンプをして、次の動きにつなげるようにしています。巨人に追いかけられてる時にやることが多いです。注意点としては、ガスジャンプする時にアンカーを刺してた場合、そのアンカーは外れちゃいます。そこだけ気をつけてください。次にガスダッシュです。ガスダッシュはアンカーを刺したまま右スティック押し込みでできます。早くアンカーを巻き取りたい時や加速したい時に使います。うなじを切る時のスピードでダメージが増えたり増えなかったりするので、余裕があればやってみてください。ただし、使いすぎるとガスがなくなってしまうので注意です。ということで、一般的な立体起動について解説してみました。今回のまとめです。巨人は旋回して倒す、フォーカス移動で美しく屋根に乗ろう、ガスの使い方に気をつける、左スティックはなるべく使わず慣性を使う、大体できるようになってきたらガスジャンプやガスダッシュもやってみる。という感じです。ちゃんと解説できたかわかりませんが、少しでも参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。